はいどうも、ストックロックです。今回は前回作ったドリルスタンドとこの廃工機のドリルの組み合わせの穴開けセット、こちらをですね、誰にでもできる方法で、なおかつ特殊工具なんかを使わないでね、グレードアップさせていきたいと思います。それで具体的に何をするかと言いますと、まずこれですね、このレール、こちらをうまく使って、前回までは手で押さえて穴開けをしなければいけなかったんですけれども、それを、ホールドダウンクランプっていうものですね。クランプで押さえてもらいながら自分はドリルの刃を下ろすだけと、そういったものを作成していきたいと思っております。それで今回は誰にでもできる方法で特殊な工具を使わないでということなので、木のカットはするんですけれども、木のカット自体はホームセンターでもできるので、今私がこれから作ったものを最後寸法を測りますので、その寸法通りに近くのねホームセンターでカットをお願いして、あとは組み立てるだけでできてしまうような形になってますので、ちょっと今回のねこの動画を参考にチャレンジしてみてください。それでは行ってみよう。まずメインとなる材料なんですけれども、買ってきたのはこちら、300×600 厚さ 18mm のパイン修正剤です。こちらを2枚、これね、もう袋に入ってるんで、普通の既製品です。こちらを2枚買いました。あともう1枚がシナーランバーですね。こちら 12mm の同じサイズ 300×600、 こちら1枚。あと実際にクランプを取り付けるレールですね。トラックと呼ばれるものです。このトラックレールを300の長さで2本購入しました。でこのレールなんですけれども、 Amazon とかで購入すると1本多分800円1000円それぐらいしちゃうんですけれども、非常に安く買えるおすすめのサイトというか会社がございます。みすみさんっていうところなんですけれども、こちらは長さ自由に指定できてですね、カットもしてくれて、こういうたった2本でも送ってくれると、送料無料でっていうとてもいい有料サイトですので、こちらをちょっと今回真似しようかなって思ってる方は是非みすみさんを利用していただいて安くレールを購入してください。ちなみにこちら1本170円だったかなでした。なので2本で340円、非常に安く購入することができます。でこれ300に切ったカットしてもらった理由は、単純にこの幅に収めるためですね。この板の幅に。はいということで300で作っていただいております。はい、では早速組み立てていきます。まずですね、これ一番下になる土台なんですけれども、先ほどの 18mm の方、分厚い方ですね、2枚買った方、そのうちの1枚を使います。要はこれのセンターにこのスタンドを固定するための一番下の土台の板になります。なのでまずこれのセンター出ししましょうか。ちなみにセンター出すのはこっちのセンターはいらないです。この横に対してのセンターにまず線を引きます。横が600なので、単純に300ですね。300の部分に線を引きます。正直あまり神経質にならなくても大丈夫です。ちょっとぐらい曲がってもあまり影響は正直ありません。見えるか分かりませんが、見えるかな。ここにセンターの線を描きました。ではこちらに実際にこのドリルスタンドを乗せて、このドリルスタンド自体に4箇所ね穴開いてるんですよ。前ここを固定しないとちょっと動いちゃうなって言ってた部分ですね。それをここに固定したいと思います。でこの4箇所の穴の位置をきちっとした位置に決めるために今このセンターを出したんですね。でこの後ろの部分を合わせていただいて、であとこのセンターの真ん中の線に対して
ドリルが均等に真ん中にはまっているかっていうのを調整します。ちなみにこの幅は16センチなので8センチの部分にこのドリルの印をつけておけばちょうど真ん中になりますね。今鉛筆でつけちゃいます。8センチの位置にかけるかな。なんとか塗装面にちょっと逆側なんで見えないですけど、塗装面になんとか8センチの位置にかけましたので、これと先ほどの線を合わせると。でこっちはちょうどセンターのビスの部分、ずれちゃった部分に合わせると。スコヤがある人はこれを先に買ってあるレールを合わせてもらえればいいガイドになるかと思います。こんな感じでしょう。で前回お伝えした通り、このドリルスタンド自体の塗装面がデコボコなのでがっちりとは合わせられないと思います。ではこれ乗せた状態で4箇所の穴、この穴の位置を記していきたいと思います。印が汚い。いや、シャーペン折れるな。はい。でちょっと念のため縁毛がいときます。この形でね。はい。はい、OK。でこんな感じで見えるかな。4箇所の穴の位置をだいたい出しました。でもし取り外す予定ない場合はこれビスで直接打っちゃってもいいと思いますんですけど、今回はこのね折り目ナットを取り付けてボルトでね固定するようにしていきたいと思います。これはどちらでもいいです。ビスでもいいです。せっかくなんでこの子で穴を開けていきたいなと思うんですけれども、この通りねガタガタしちゃうし、手で押さえてないと。あとこうやって回転も右手で押さえてるのに回転方向に力を加えると容易に回転しちゃいますよね。これがちょっと今現状の欠点なわけなんですよね。なので今回これをねグレードアップさせて使いやすくしていこうっていうことです。でもせっかくなのでこいつで穴開けしていきたいと思います。特殊な工具を使わないでって言いましたけれども、これは最低限持ってるはずなのでこいつで穴開けしていきたいと思います。でかいとやっぱりねやりにくいっすね。滑る。ちっちゃいものだといいんですけどね。はい、4箇所穴が開きました。ちょっとね折り目ナットを入れるにはまだ穴が小さいので、これから刃を変えてもうちょっと大きい穴に拡張していきたいと思います。はい、綺麗に穴開けてきました。でもそれにしてもやっぱりこれ優秀ですね。非常に使いやすいです。細いビット使う時よりこの太いビット使った時のなんていうのかな、安定感はこの価格ではやっぱり前も言いましたけどすごいいいですね。よし、ではちょっとまた仮置きしてみて、穴の位置大丈夫かな。大丈夫そうだね。じゃあこれにこの折り目ナット、これをつけていきたいと思います。はい、今回買ったのはね穴開けてこういうねじ込むタイプのものです。実はちょっと下穴
ちょっとちっちゃいんですよ。本当はもうちょっと大きいのね開けなきゃダメなんだけど、ない、持ってないので無理やりねじ込んでいきます。やべ、ちょっと割れた。まあ、隠れるんでいいんですけど、ちょっと割れましたね。まあいいでしょう。 OK。 よし、はい、できました。はい、こんな感じですね。4箇所鬼目ナットを取り付けました。じゃあちょっとつけてみましょうか。よいしょ。今取り付けたのはこの M8 の鬼目ナットなんですけど、まあ、この M8 のボルト、こういう回しやすいやつにしてみました。こちらでドリルスタンドを固定していきたいと思います。4箇所固定します。ちなみに使った材料の価格は最後に表にして載せたいと思ってます。よし、はい、固定できました。もうこれだけでもね、かなり安定感あります。こっち押さえればいいんで、こんな感じで持ち上がります。ちなみに今使ったボルトの、長さは 20mm ですね。2センチで、板厚が18で、このドリルスタンドのちょうどこの取り付け部分、フロントバックか、この辺じゃない、この取り付け部分の厚さ、これも約1センチなので、板厚1センチ 8mm のうち1センチこのボルトが挿入されている感じですね。はい、次はですね、この土台の高さとこのドリルスタンドのこの台の高さ、ここの差を埋めて平らにしないと使えませんので、それを埋めるためにまずはこのもう1枚の 18mm の板、こちらを使います。なのでここはカットですね。このドリル以外の部分に置きたいわけなので、頑張れる人はこのドリルスタンド上にくり抜いてね、高さ稼いでもいいと思うんですけど、ちょっとそこまでする意味が自分にはよくわからないので、普通にこのスタンドに沿ってね、この縦列だけ高さを稼いで、あと強いて言うならここかな、このドリルの手前の部分、この部分だけ埋めていければいいかなと思います。なのでこちらをカットしていきます。でもしカットする道具、丸ノコなんかがない方は、ジグソーでも十分だと思うんですけど、実際に今私カットしてはめてみて、寸法お伝えしますので、その寸法通りにホームセンターでカットしてもらってください。おそらく1カット50円とかでやってもらえると思いますんで、2カットでもう100円ぐらいかな。でこの板1枚確か800いくらとかなので、1000円でお釣り来るかなと思います。左側が微妙な数字 21.6、 ちょっと大きめに7にしようか。217、正確には 216.5。 右側、ここもさらに上にもう1枚乗っかるので厳密じゃなくてもいいです。あれめちゃくちゃずれてんな224、あれ俺センター出したよね。やらかした。センターがちょっとずれてる。みんなごめん。センターがねちょっとずれちゃってた。ちょっと気にしなさすぎたね。いいんだけど、気にはしてないんだけど、分かったぞ。4ミリずれてるごめん、4ミリもずれてた。220だね。両サイド220ずつで切ってもらってください。220、220で、ドリル、若干誤差あるけど約16センチなんで、
220220で、440でドリルが160、そんな感じの大きさです。ただちょっとね、この塗装面もボコボコしてるのあって若干誤差あるかもしれないけど、まあ全然使用上には問題ないと思う。1ミリぐらい。もし気になるなら出来上がった後最後ね、周り削ってもいいと思うんで、それで切ってもらってください。で、私はセンター今ずれちゃってたのでまあこういうこともあるんでね、本当は自分でこう作った後にそれぞれに合わせて切るのが一番いいのかなとは思うんだけど、これずれたのはね、ドリルのせいとかではなく、俺が測るのをミスっただけっていう。なので普通に220でカットしてもらっても問題ないと思います。はい、今ねカットしてはめ込みました。はめ込んだって乗せました。まあこんな感じだね。で、この手前の部分も隙間空いちゃってるんで、まあ、今これ切ったやつ普通にはまるわけなんで切ってはめようかな。まあ刃の厚さ分ねちょっと短くなってるけど、まあそこはしょうがないということで、はい、ということでカット終了しました。で、実際これ何でもいいと思うんですけど、ボンドで貼ってもいいしビスで留めてもいいと思います。どっちにしようかな。私はどうせ見えないんでビスで留めちゃおうかな。温度ももったいないんで。ということで打ち込みしていきます。若干長いかなと思うんですけど 35mm のビスで打ち込んじゃいます。どうしようかな。後で打つこと考えるとちょっと真ん中に寄せていった方がいいかな。なるべく特殊な工具使わないようにって言ったんですけど、インパクトドライバーも持ってねえんだぞゴラーっていう人はですね、ボンドで申し訳ないんですけど貼ってください。インパクトはね是非とも買ってください。本当は一番最初に買っていい電動工具だと思いますんでね、すごい便利すぎますんで、穴開けもできる万能プレイヤーなのでぜひとも買ってほしいなって思います。よし、はい、 OK ですね。固定ができました。それでこの次なんですけど、今現状この状態でもこの高さ差があるわけですね。これで、これを何で埋めるかというと、一番最後のよいしょ、この 12mm のシナランバー、これで埋めてあげます。でこれで埋めるとだいたいいい高さになるんですけど、実際ドリルスタンドの方が 1mm 下がるんですよ。これを埋めるために 1mm を埋めるために滑り止めのシートを最終的に上に引いてね、この段差を埋めたいなと思います。でなんで一番上にこの 12mm を持ってきたのかというとですね、この三角さんで買ったトラックレール、こちらの厚さが 12mm です。ということはこのレール自体、レールを設置してあげるとほぼこのドリルスタンドと同じ高さに収まります。なのでこの 12mm 板も切るんですけど、完成図はこうですね。こういう感じで 12mm なんで、ここはもちろんもうツルツルですね。で 1mm ドリルスタンドの方が低くて、ここは滑り止めのシートを今引こうと思ってます。でこっちも同じっていう感じにしたいと思います。今まだちょっと迷ってるのが、これドリルスタンドにこうやってびったりくっつけてしまうか、ちょっと離すか、どうしようかなって思ったんですけど、くっつけちゃおうかな。なんか影響はなさそうだし、その方がなんか近い方がいいしね。このクランプできる部分はセンターに、離れてたら離れてたでそれは使い道あるんだけど、離れてる位置に欲しいなと思ったらこれもう1本後から追加することもできるんで、とりあえず今回はセンターに寄せて作りたいと思います。でもしもうちょっとこの辺はね、皆様のご都合によってもうちょっと離したいとか、そういった場合はこの最後に上に乗っかるこの 12mm の板ですね、このサイズを調整してもらって、今1枚でガバッとやっちゃいますけど、これを2分割してね、間に
このトラックをはめ込んで2分割にするとか、そういった形でもいいと思います。ではちょっと最後ね、これ切って取り付けていきたいと思います。切って取り付ける前にちょっと思った、レール取り付けないとね、ちょっと忘れてました。なのでここに寄せてレールを取り付けるんですけど、ちょっと残念ながらこの三井さんのレールには穴開いてませんが、これ穴開け加工頼むこともできます。1箇所百何十円、違ったかな、間違ってたらごめんなさい。百何十円とかそんな話だったはずです。なので、2、3箇所先に均等に開けてもらってただただ打っちゃうっていうのも手だと思います。なんですけど、ちょっとせっかくドリルあるんで、僕は開けていこうかなと。自分で、皆さんも金属用のね刃がある場合は開けてもいいんじゃないかなと思います。でこの穴は取り付けのための穴なんで全く精度はいらないです。ただ穴が開いて、あとちょっとねネジの頭が入るように角は落としてやんなきゃなんないですけど、それぐらいなので、全然自分でできる範囲じゃないかなと思います。はい、それではね、次はこちらの方に穴を開けていきたいと思います。1つのレールにつき4箇所穴開けることにしました。よし、 OK ですね。今穴開けたんですけど、ただこのね穴を開けただけだとこのネジの頭がね飛び出ちゃいますので、ちょっと埋めるためにこの穴自体を面取りしていきたいと思います。頭が埋まるようにする加工です。面取りのビットを使ってインパクトで削っていきたいと思います。はい、ちょっと汚いけどね、こんな感じで仕上がりました。こんな感じ。頭がなるべくはまるような感じでカットしてます。よし、じゃあ実際に取り付けてみたいと思います。さっきのレールね。こっちの方が塗装面ボコボコだから難しい。よしよし、 OK ですね。レールがトラックがつきました。じゃあ次はこの最後余った部分ですね。こちらを先ほどの 12mm の板で埋めていきたいと思います。またカットだね。これも2枚目、2段目ですね。2段目さっき220でカットしてもらってくださいって言いましたが、このトラック今回これ2センチのものを使ってるので、横幅ね、なので200ですか。200で 300×200 で2枚、この 12mm の板はカットしてもらえばちょうど収まると思います。よし、 OK ですね。最後こちらをはめて、よし、とりあえず形は完成ですね。これをまた最後こちらもボンドで留めてもいいですし、私みたいにめんどくさい人はビスで打っちゃってもいいかなと思います。で最後一番上はなるべく外側で留めたいので、2段目先ほど留めたやつはちょっとセンター寄りに留めてます。ということでビスでコースレッドで留めていきたいと思います。だいぶ作業台が汚くなってきた。この片付けながら作業するっていうのが動画撮ってると特にねちょっとできないですね。ボンドじゃなくてコースレッドで打つメリットなんですけど、何かしらの問題があった時に、剥がすことができます。例えばこの上1枚すごい傷ついちゃって取り替えたいっていう時に、このね4本のコースレッド外せば取り替えも効きますので、そういった意味では打ち込んだ方がいいのかな、ボンドよりっていう気はします。っていうただの理由付けで私は打ってきます。もし同じく打つ人はそう自分に言い聞かせてください。あとは真ん中。よし、はい、できました。これでとりあえず完成ですね。思い描いてたものはどうでしょうか。重さはね、別に普通に持ち運べるレベルです。で、
あまり大きく作りすぎるとかなり場所食っちゃうんで、まあこのぐらいが、まあ、これでもちょっと大きいぐらいだけどね、横幅60センチあるんで、まあただちょっとこの長さのものって定規しかないから定規を置くけど、まあ長いものを穴開けするって時は結構安定感があっていいと思います。でドリル自体この大きさのものに固定してるので、これだけでかなり安定感出ましたね。もう全然前これ動かしたらちょっとドリル浮き上がっちゃったりしてたと思うんですけど、もう全く全然ですね、動じないです。ちょうどいいんじゃないかなとは思います。はい、とりあえずこういう形で完成しました。もうこれだけでもかなり十分使えますね。でここ 1ミリぐらい差があるって言ってたんですけど、まああまりね影響しないかな。逆にちょうどここの角に当たってしまうようなちっちゃいもの、そういったものの時ちょっと邪魔くさいかなって感じますけど、こうやってやるとね段差になって斜めに入っちゃうので、なので今回は 1mm のねこういう、はい、ノンスリップシートっていう、まあ、ゴムのシートを買ってみました。これ安い普通のゴム板挟めてもいいと思います。なんですけど、なぜこれにしたかというとですね、表面が黒で裏がグレーだったので、なんとなくおしゃれかなと思ってこれにしました。別に全然これじゃなくていいと思います。でこれをこのサイズにカットしてねはめてみようかなと思いますんで、これは本当に普通にカッターでカットしてはめるだけなんで動画としては残さないです。はい、今できました。上にね滑り止めシートを載せたんですけれども、まあ固定した方がいいかな、両面テープで。その方がいいような感じはしますけど、まあこのままでも下に荷重が加わればノンスリップシートって歌ってるぐらいなんで、まあ滑らないです。でも普通のゴムの方が滑らないかなと思います。粘りがあるというかね、普通のゴムの方が、こっちの方がサラサラしてます。で今黒にしたんですけど、裏はグレーです。てか真ん中の穴すごい適当に開けちゃってガッタガタなんですけど、めちゃくちゃ爪が甘い男まあこの辺あんまり自分気にしないんで、まあこれ綺麗にやりたい人は綺麗にやってください。っていうかね、このゴムにね丸く穴開けるの、これがこの作業の中で一番難しい。ということで、まあこれはあとは気分によって取り替えれますんで、これでとりあえず土台としては完成です。あとはねこれにくっつけれるクランプ、ホールドダウンクランプってやつですか。ホールドダウンクランプもね安く誰でも作れるような形で紹介していきたいなと思いますんで、それはね次回別の動画でご紹介できればなと思います。なのでこれの完成形は次回ですね。また楽しみにしていてください。それともう一つ、これにちょっと寂しいなっていう人は色塗ってもいいと思います。僕のおすすめの塗料なんですけど、僕いつもこれ使ってます。ホームセンターで売ってるやつ、オイルステイン、ウォルナット、これ結構お気に入りです。何がいいかっていうと塗りやすいし乾きも早いし、こういうのをね塗ってもらってちょっとシックな感じに仕上げてもらってもなかなか気分が上がっていいんじゃないかなと思います。茶色とねこの黒結構合うと思いますよ上はねこの緑のカラフルな感じだけどあとこの縁ね、どうしてもカチッといかない場合段差できるので、最後にここカットしてもいいと思います。数ミリ丸のこもってる人はその方が面があって綺麗に仕上がると思うんで、って言ってね自分でやんないっていうめんどくさいんでまああんまり機能的に変わらないので見栄えあんまり気にしてないんで、私はまあ見栄えだけどこれ悪くないでしょそんなに。はい、最後にちょっとおさらいをします。使った材料は 18mm の厚さの 300×600 の中性材2枚と 12mm のシナランバー同じサイズですね 300×600 を1枚、あと三角さんで買った、レール 300mm、幅2cmのやつね、これが2本と、あとこのゴムの板ですね、
主に買ったものはこれです。あと鬼目ナットだったり、あの辺はビスでもできるので、材料的にはこれぐらいかかってます。ちょっと今計算してないんでここに表示させます。これぐらいかかってます。で厚さなんですけれども 18mm、18mm、12mm なので、一番下の 18mm っていうのはねドリルスタンドの下に入ってるんで厚みのカウントはしないですけれども、 18mm 足す 12mm で 30mm、 3センチですね。3センチ上げてる形になります。でこのドリルスタンドの下の土台の高さっていうのが約 29mm なので 1mm 差が出ますね。なのでこの 1mm のゴムシートで埋めている形になります。でもしこのゴムシート使わないでツラツラにしたいよってことであれば 1mm のベニヤ板を挟んでもいいと思いますけれども、その分材料費が上がりますしちょっと手間もかかります。なので今回はこういう形を取りました。要は 29mm にぴったり材料を合わせることができればこのドリルスタンドのこの天板ですね、この高さと面にはなります。なのでそのあたりを計算してうまく組み合わせてですね、材料を選定していただければ非常に楽にこういう風に組み立てることができます。何のためにこれを作ったかって、手で押さえなくてもホールドダウンクランプで材料を押さえてもらって、あとは自分はこれを下ろすだけで穴が開けれると、そういった安定性を求めてるわけなんで、次の動画ではホールドダウンクランプを作っていきたいと思います。でこちらもですね、誰にでも作れる、あと材料費極力かけずにですね、そういった形を念頭に置いて考えて紹介できればなと思いますので、そちらは次の動画でお伝えしたいなと思っております。もしこのそもそものドリルスタンドの動画見てない方はこちらの方ですね、こっち出てるかな、こっちの方からクリックして、前の動画も参考にしてみてください。はい、ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。今回の動画を見て参考になったよって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あともう一つ、いっつも高評価をしてくれてる方本当にありがとうございます。めちゃくちゃ励みになります。かなりモチベーション上がるんで、そういったモチベーションを上げていただければ私のこういう動画の更新スピードも上がっていきますんで、何卒よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またね。